なのだ。動画のナビゲーター、ずんだもんなのだ。今日は南米のあの国、チリに注目するのだ。実はなのだ、チリって国の名前、ピリ辛の香辛料とは全く関係ないのだ。もともとは先住民の言葉で、地の果てとか、寒いっていう意味らしいのだ。意外だったのだ。さて、今日はチリに関するニュースを全部で3つ紹介するのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュースなのだ。審判への憤り、ブーイングに嘆くパベス、アルミロンへ痛烈な一言のカセリー、コロコロ対は地下と引き分け後の発言集、という記事なのだ。なんと、チリの強豪コロコロとは地下との試合が2の引き分けだったのだ。これでコロコロの優勝は絶望的になったのだ。試合後、選手たちは審判の判定に怒り心頭だったのだ。得点王コレア選手やキャプテンのパベス選手、退場したアモール選手、ハキーノ選手までみんな審判の文句を言ってたのだ。さらに、コロコロのレジェンド、カスゼリー氏が、このチリ最大のクラブにいたくないなら、さっさとやめればいいのだ。で監督や選手に辛辣な言葉を浴びせてるのだ。これはもう、あれに荒れてるのだ。一体何が起こったのか、詳しく見ていくのだ。この動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録も忘れずによろしくなのだ。さあ、今日も一緒にチリの最新ニュースを見ていくのだ。皆さん、南米大陸の西海岸に、とってもユニークな形をした国があるのを知っているかな？そう、まるで細長い帯のような国、チリなのだ。アンデス山脈と太平洋に挟まれたこの国は、北のアタカマ砂漠から南のパタゴニア、そして絶海の孤島イースター島まで、驚くほど多様な顔を持っているのだ。首都は内陸にあるサンティアゴだよ。かつてスペインから独立し、その後も様々な歴史を歩んできたけど、今は民主主義の国なのだ。人口は約1900万人くらいで、工業がとっても盛んなんだ。特に銅は世界一の輸出国だし、電気自動車のバッテリーに使われるリチウムも豊富なんだよ。ワインやフルーツの農業、サーモンの養殖も有名だね。チリはノーベル文学賞受賞者を2人も輩出した詩人の国としても知られているのだ。最近では、より環境に配慮した社会を目指して新しい憲法制定の議論が進んでいるのが注目されているんだ。多様な自然と文化、そして未来を見据えるこの国にぜひ注目してみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。ストリーミングとインタビュー、8月4日月曜日の番組表という記事なのだ。エモル TV が8月4日月曜日の番組表をお知らせするのだ。一日中、生配信でいろんな番組が楽しめるのだ。月曜日は朝8時15分と11時30分に投資専門番組、メルクリオ、インベルシオネスを再放送するのだ。白い黄金、産業の動向や市場の今後について専門家が詳しく解説してくれるのだ。さらに、午前中にはセルヒオ・ビタル元国務大臣や政治、国際情勢、経済の専門家たちへの生インタビューが目白押しなのだ。午後には中小企業向けの情報番組、ダトテレビや投資プロジェクトを紹介するカベジョンテレビ、各産業の最新技術や変化を伝えるツアー、イノベーション、そして自動車の最新ニュースが満載のカベジョン、モーターなど実用的な番組が盛りだくさんなのだ。前の週末や平日にも高齢者のがん対策や持続可能な農業、貧困問題の測定、様々な国際セミナーや政治、経済の深い話など幅広いテーマが再放送や生放送されていたのだ。見逃しちゃった番組もここでチェックできるのだ。エモル TV で自分の気になる番組を見つけてほしいのだ。なのだ。二つ目のニュースなのだ。うつ病になり、ベッドから出たくなかったハリーがキャリアのどん底を語り、シナー問題に物申すという記事なのだ。ニコラス・チャリー選手がキャリアで一番大変だった時期を振り返ってくれたのだ。去年、神経炎と
いう病気になって何ヶ月も試合に勝てない日々が続いたのだ。医者からはすぐに治るよって言われたのになかなか良くならなくて、ずっと不安な気持ちで過ごしたのだ。特に全米オープンでは体調がすごく悪かったのだ。チリに帰ってからはベッドから出るのも嫌になるくらいのうつ状態になっちゃったのだ。だから精神科の先生に相談して助けてもらったのだ。テニス協会のデビスカップにも参加したけど、コーチや先生たちの支えが大きかったのだ。特に最初から時間がかかるよって教えてくれたオライソーラ先生には感謝してるって言ってたのだ。この辛い経験があったからこそテニスをもっと楽しむことを学べたのだって今は大切に思っているみたいだったのだ。あとヤニック・シナー選手のドーピング問題についても話してたのだ。シャリー選手はシナー選手と僕は似たような状況だったのに ATP やメディアからの対応が全然違ったのだ。僕にも同じように扱ってほしかったのだって少し悔しい気持ちも伝えていたのだ。3つ目のニュースなのだ。審判への憤り、ブーイングに嘆くパベス、アルミロンへ痛烈な一言のカセリー、コロコロ対はチパと引き分け後の発言集という記事なのだ。コロコロとはチパとの試合は2の引き分けだったのだ。これでコロコロの優勝は絶望的になったのだ。試合後、選手たちは審判の判定に怒り心頭だったのだ。コロコロの得点王コレア選手は僕たちのミスでまた勝ち点を落として悔しくてたまらないのだ。このクラブは勝利を要求するのだからもっと改善しないとダメなのだって言ってたのだ。キャプテンのパベス選手は審判の判定がおかしいのだ。監督まで不当に退場させられたのだ。ブーイングは辛いけど僕の実力不足も認めるのだ。でも勝てば全部変わるのだって嘆いてたのだ。退場したアモール選手も僕の退場は不当なのだ。審判はすぐにカードを出すし変な判定ばかりなのだ。一人少なくなったけど引き分けにできたのはみんなのおかげなのだ。ファンに勝利を届けられずごめんなさいなのだって謝ってたのだ。アキーの選手も審判は傲慢なのだって怒ってたのだ。コロコロのレジェンドカスゼリー氏は今年はコロコロにとって最悪の年なのだ。このチリ最大のクラブにいたくないならさっさと辞めればいいのだって辛辣だったのだ。アルミロン監督についても契約を終わらせたいかお金が欲しいだけなのだって皮肉を言ってたのだ。対するはチパトのガルシア監督は僕のチームは集中力が足りないのだ。でもコロコロは最後まで諦めずいい試合を見せてくれたのだって評価してたのだ。チリはアタカマ砂漠からパタゴニア、イースター島まで本当に多様な顔を持つ国なのだ。工業や農業だけでなくMRTV の番組表やテニス選手の葛藤、サッカーの熱い話題からもチリの今を感じられたのだ。環境や未来を見据えるチリにこれからもぜひ注目してほしいのだなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。